どうも吉田です。私、本当に縦型携帯ゲーム機が好きで、アンバーニックの中華ゲーム機、RG351V も相当気に入ってたんですよね。現代に蘇らせた初代ゲームボーイみたいな感じがして、でもちょっとだけ不満があって、それはベゼルの広さとちょっとサイズが大きすぎるかなって点。やはり大きいだけあって、操作性もそこまで悪くないし、別に嫌ではないんですが、やはり小さいゲーム機の方が手に取りやすい、ですよね。その後継機の RG353V は、画面サイズそのまま、CPU 性能はスペックアップして、寸法的には小さくなっているんです。ミリューミニよりはサイズが大きいので、ミリューミニ小さすぎてすぐに手放しちゃったな。って人も、こちらは多少遊びやすいのではと思う絶妙な大きさ。良いぞ、これ、こういうの作って欲しかったんだ私は。ではこんな感じで見ていきます。では開封しながらスペックを見ていきます。基本的には、RG353P をゲームボーイ風にした携帯ゲーム機で、スペックはほぼ変わらず、3.5 インチ VGA の液晶で、レトロゲームとの相性良し、CPU は RK3566 を搭載していて、ゲームタイトルにもよりますが、PSP-DC が普通に遊べるくらいパワフル。今回は廉価版の RG353VS が販売されているのが大きなポイントで、大きな違いといえば、Linux Android のデュアルブートか、Linux オンリー化です。あとは、VS だとカラーがクリアブラックとグレーの2種類に限定されてしまうので、どうしてもクリアパープルとホワイトが欲しい、もしくはどうしても Android でやりたいことがある、という明確な目標がない限りは VS で良いと思います。ではいつものシンプル線画デザインの箱を開けていきます。内容物はこちら、本体、保護ガラスフィルム、保護フィルム用のクリーナー、説明書、USB-C ケーブルです。保護フィルムは結構貼りやすかったです。クリアカラーって良いですよね。特にクリアパープル。私はクリアパープルのゲームボーイカラーを持っていたので、かなり刺さりました。結構紫強めの色味に見えていますが、実際はもっと暗めで、ほんのり紫がかっている雰囲気です。端末の色自体はゲームボーイカラーライク。端末の形状はゲームボーイポケットをベースに作ったように見えます。今回は、初代ゲームボーイのように右下側にカーブがついていて、左側は鋭い、みたいなアシンメトリーなデザインではなく、十字キーやボタンも含めて左右対称な、極めてシンプルなデザインとなっています。一番上の真ん中にファンクションキー、左右対称に ABXY ボタンと十字キーが並び、その間に電源ランプ、その下に綺麗にスタートボタンとセレクトボタンが並んでいて、一番下にまた左右対称でアナログスティック、その間にスピーカー、かなりコンパクトにボタンがまとまっているのが好みです。背面には製品のラベルと、ショルダーボタンが R1R2、L1L2 と並んでいます。こちらもシンメトリーで、なるべく揃ったシンプルなデザイン、こだわりを感じて好き。上側面には左からイヤホンジャック、ミニ HDMI 端子、コントローラー用の USB-C です。下側面には充電用の USB-C、左側面にはボリュームボタン、右側面には左から外部マイクロ SD スロット、内部マイクロ SD スロット、リセットボタン、電源ボタン、サイズ感が気になっている方がいると思うので、とりあえずずらっと横に並べてみました。左から RG280V ミオミニ、RGB20S、ゲームボーイポケット、RG353V、ゲームボーイカラー、RG351V、アナログポケットです。ゲームボーイポケットカラーとほぼ同じサイズ感で、RG351V と比べるとほんの少し小さい感じがあります。が、実際に手にしてみると体感としては結構小さく感じるんですよね。クリアカラーなのも小さく感じさせる要因の一つだと思うので、より小さい端末が好きな方はクリアブラック、クリアパープルを選ぶのが良いかと。操作感としてはそれぞれのボタンに干渉しないいいバランスですが、操作の癖、持ち方によっては、親指の関節あたりがアナログスティックに干渉してしまうかもしれません。私が一通り遊んでみた感じでは特に問題なく、十字キー上でアナログスティック下とレトロゲームに特化したボタン配置で良い感じです。十字キーボタン自体はいつものアンバーニッククオリティで、音が少なめでしっかりとした少し固めの押し心地、アナログスティックもいつも通り、高さを抑えた設計になっています。LR ボタンも押しやすいは押しやすいんですが、人差し指を L2R2 ボタンにがっつり引っ掛けた状態でグリップすると、親指が中央に寄りすぎて窮屈です。R ボタンをよく使う PSP のディシディアを少し遊んでみましたが、指への負荷はかなりかかる感じなので、やはりアクションゲーム向きとは言いにくい操作感です。L1、L2 が横に並んでいるので、奥にある L2 が押しにくいかと思うかもしれませんが、L2 は指先で押す、L1 は指の第一関節あたりで押す感じで操作できます。高さがあれば多少 L2 にもアクセスしやすくなり、操作性は向上したかもしれませんが、そこはデザインを優先したのではと勝手に予想しています。私個人的には頻繁にショルダーボタン使うゲームをあまりやらないのでそこまで気になりません。
液晶は 640×480、アスペクト比43の VGA 画質なのでレトロゲームに最適で、かなりベゼルが狭い、トレンドのミユーミニをある意味継承したデザインになっていて、最新のハードっぽくてとても良い。携帯ゲーム機においてはベゼルなんか狭ければ狭いほど良いですからね。ただ若干気になるのが、ちょっと暗いというか、サイドが低い感じです。RGB20S と比較してみてみると若干暗い。私は基本的にバキバキ明るい液晶でプレイしたいので、そこがちょっと不満です。まあ、許容範囲ではありますけど、ちなみに RGB20S はボーキ D にしてはかなり良い質感じゃんとか思ってましたが、こうしてほぼ同じ形状の RG353V を触っているとかなりチープに感じます。ゲームボーイポケットの最新の液晶に交換したバージョンと比較してみると、ベゼルの狭さがかなり効いています。これは言い過ぎですが、上半分スマホ画面の携帯ゲーム機みたいな雰囲気とも表現できます。そんなことはないか。こちらがアンバーニックの V シリーズ。こちらが RG351V。こちらが RG280V。こうして並べてみるとベゼルの狭さで最新の端末だってことがわかりますよね。やはりアンバーニック、小さいものを作るのはうまいですね。スピーカーの音質は正直あまり良くないんですが、画面側についているので音がダイレクトに来るんですよね。他の横型端末とかだと、だいたい側面の上か下についているので、聞き心地が違います。これも縦ハードにあるあるの良さですね。RG353V と RG353VS どっちがおすすめ？このハード、廉価版ではない方の RG353V は、レトロゲーム専用のエミュレータ気にしたいなら Linux 運用、より多くのことをしたいなら Android 運用。しかし、RG353P の時にも感じましたが、正直このハードは Linux オンリーで良いと思います。Android も動かせると、より多くのエメを使えるようになったり、Android 用のゲームを遊ぶことができたりと幅が広がりますが、正直性能不足と、解像度の低さを感じてしまいます。そもそも Android の知識、調べる根気が色々と必要だったり、本端末、レビュー時点では Google Play Store アプリストアが入っていないので、ノラアプリからアプクでインストールする必要があり、課金アプリは遊べません。なのでこれ試してみたいなといった明確な目的がない場合には RG353VS で良いかと。このように Android 用の独自フロントエンドも搭載されていますが、使い勝手が良いとは言いにくいです。中華ゲーム機というのはエミュレータ機なので、吸い出したりなんなりする必要がありますが、今回はゲームがプリインストールされてました。違法じゃないの？って思うかもしれませんが、こちらはいわゆる PDROM と呼ばれるもので、フリーで配布されている自作ゲーム、ホメブリューゲームとなります。なので手に入れてまず最初は、外部マイクロ SD を挿さず、これらの PDROM で動作確認を済ませた方が良いかもって感じです。使い方はこれまでの端末同様ですが、初心者のために最低限の基本操作をご紹介します。タッチパネル操作、画面操作は Linux ではタッチパネル非対応、Android ではタッチパネル対応、電源を立ち上げる、RG353V では普通に起動すると Linux、ファンクションキーを押しながら起動すると Android が立ち上がります。電源を切る、Android では電源ボタン長押しして電源を切ればいいですが、Linux ではいつものように、セレクトボタンからシャットダウンシステムを選択して電源を切る必要があります。ゲーム内メニューを開く、ファンクションキーを押す、もしくはファンクションキー B ボタン、ファンクションキーワンクリックでメニューを起動できる。地味にこれが使いやすいんだな。ゲームを終了する、ゲーム内メニューでクイットリトロワーチ、もしくはプレイ中にファンクションキースタートボタン、HDMI 出力、本端末は上部にあるミニ HDMI 端子で HDMI 出力が可能です。Linux モードではモニターに接続した後起動することで映すことが可能。映している途中でケーブルを外しても本体側に表示されません。また起動後に接続しても表示されません。Android ではミラーリングされて自由自在ですが、アスペクト比が違い横に引き伸ばされるのが少し気になります。ということで、非常に強い熱量で書き続けてしまったんですが、いわゆる期待を裏切らないゲーム機でした。縦型携帯ゲーム機が好きすぎて、なんでかすごい量になってしまっていますが、かなり上位で気に入った端末です。アンバーニックは小さい形状が得意ってことがよくわかりますね。ビルドクオリティや質感も高く、性能もそれなりに高くて、使いやすいゲーム機だと感じます。GBC/GBP サイズが好きな人には特におすすめの一品です。ぜひ、